はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月27日の満月から12月13日新月までの流れをタロットで見てみたいと思います。11月27日の満月動画っていうのは別でアップしてますので、まだご覧になってない方はそちらもご覧ください。そして12月12日の夜に、YouTube ライブを行います。これはカペラノートの使い方説明をしますので、カペラノートをお手持ちの方はぜひご用意してご参加ください。でこれはカペラノートってノートって言ってるんですけども、2024年の手帳になりますので、手帳買っちゃったわという方も2024年の星の動きが細かく1ヶ月ごとに載っています。そして12星座分の星占いも載っていますので、よかったらご興味ある方は早めにお買い求めください。それでは早速いきましょう。よろしくお願いします。ちょっと今回混ぜにくいのでね、事前によく混ぜてあります。ではいきますね。何かしら双子座さんにとって過ごしやすくなるためのヒントが得られますように。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。運命の輪の逆、カップ10、ペンタクスナイト逆、女教皇の逆、ワンドページ、マジシャン、カップ2の逆、気をつけることや対策は鳳凰とカップページとオラクルは、はい、ジャスティスの聖地です。いいですね、とっても。この11月27日の満月って双子座で起きる満月なので、双子座の皆さんは少しなんかこう意識が高ぶっているというか、すごく悪く出ると焦ったりちょっと感情的になりやすかったりするんですけど、よく言うとすごく何かをやっていきたいっていうね、情熱が盛り上がってるみたいな時なので、その盛り上がってる情熱をなんかこう形にできていないとか、どうすればいいかわからないっていう方はちょっとこう焦りだったりとかイライラっていうふうに出やすいんですけれども、基本的にはね、物事を進めていくバイタリティとしてすごく使えますので、焦らずにじっくりと進めていってくださいね。何かこうちょうどね、なんか不思議な期間ですもんね、双子座の皆さんってね。こう夢の中でいろんなことが何でもできるはずなのに、なんかこうちょっといつもと違う動きをしてしまうみたいな時があるかもしれませんが、この2週間で言うとなんとなくご自身ではタイミング逃しちゃったのかなとか、なんかちょっと違うと思うかもしれませんが、全然そんなことないんです。逃した方が後から来るチャンスの方が良かったっていうこともあるので、自分でタイミング逃しちゃったなとか、なんかうまくいってないなっていうふうにこう烙印を押さないようにしてくださいね。少し物事がずれるっていう感じがあります。でもそのなぜずれるのかっていうと、なんかね、双子座の皆さんはこの2週間っていうのはすごく本当に人との関係性がすごく活性するので、人との関係性ってやっぱり自分だけのことじゃなくて相手も関わってくるのでね、何かそこで調整が行われるんだなという感じがします。ただすごくいい感じなんですよね。ぜひね、本当に心地よく過ごしてください。お仕事のプレッシャーとか、いやどうしようとかって思うことあるかもしれませんけど、問題は問題としてあるけれども、でも今この瞬間は自分は美味しいスイーツ食べるわとか、今日はゆっくり寝れたわとか、何か心地いいことっていうのは自分で意識して過ごすようにしてください。そうすることでね、自然とうまくいくっていう感じがあるんですね。こう頭で考えてああしてこうしてってやってると、その通りなかなかいかなくて、なんかちょっとでも思い通りにいかなかったことにまた意識を奪われて、そこで悶々しやすいんですけど、全然そんなこと気にしなくてもちゃんと守られてるし、うまくいく流れにあるんですよ。もっと落ち着いてねっていう感じで言われてます。はい、現状はね、この女教皇ということでまだすごい考えて考えて考えてって感じがして、それはすごく自分の中ではリスクヘッジだったり、対策考えたり、こううまくやっていくためのね策を練ってるんだっていう感じかもしれないんですけど、確かにそのやり方でもいいんですけどもね、今もう少しなんか大きなゆったりとした流れの中で物事を叶えていけるよっていう感覚もちょっと来てるので、双子座の皆さんはね、今はちょっとゆったりと構えててほしいなって感じがするんです。まあ
まあ言っちゃうとね、来年の夏ぐらいからもっとうわーって盛り上がってくる感じがあるので、それまでにぜひ消耗しすぎないようにっていうか、ゆったり過ごしてねって、今の感覚の中でしか感じられないことがありますからねって感じなんです。で、そうやってちょっとじゃあ問題ちょっと置いとこうとか、ちょっとこれは外して今をゆったり過ごそうっていうふうにしてると、すごくいいアイデアが出てきそうで、なんだこうしたらいいのみたいな、すごいたやすい一歩っていうものが見えてくる感じがあるんですね。でその後これでいけるみたいなね、すごい確信みたいなものがあって、すごくそれが楽しいみたいです。やっぱり人ってこうしたらいいんだっていうね、解決策が見えたり、こうなるんだっていう風になるとちょっと安心しますよね。今まだそのことが起きてなくても今すごく安心しますよね。そんな感じがあります。ですので、もし27日前後にすごく不安定になったりとかしてたとしても、それをきっかけにだんだん鎮静していって、特に人との関係性がいいので、関わっていく中でいろんなアイディアが出たり、いい話が出たり、なんかじゃあ一緒にやりましょうかみたいな話になったりするような気がします。でとても楽しそうですね。人との関わりがね、いい関係を、いい契約を結べそうですね。でこの関係性ってなんか損得だけではなく、自分の感覚が落ち着くかどうか、なんか納得いくかどうかっていう感じがするんですね。なんか背伸びをして誰かと一緒につながるとかではなく、なんか安心してつながっていけるっていうのが一つのキーワードみたいです。でこの期間やっぱりもう一つアイデアということで、ページって2枚出てるんですけど、何か自分の中からね、いい感覚が湧いてくるよっていうふうに言われているので、その感覚っていうのはすごく長く続くものみたいなんですね。この2週間だけじゃなくて、年末まで続く自分の精神を落ち着かせておけるなんか要素みたいです。なんかそう考えると、おそらく来年の計画をもう立てたりとか、きっとこうなるんだみたいなものが見えて、落ち着いてそれを温めていくんだろうなと思ったんです。ですからオラクルもですね、ここでジャスティスということですごくバランスが取れて、なんていうかな、いろんなバランスを取りながら進んでいけるよっていうふうに出てるので、もう本当に今ちょっとしたね、不安定になるとか、ちょっと神経過敏だわっていう方もですね、落ち着いてくるって感じがすごくします。ちょっともう一枚見てみますね。ペンタクスの2ということでね、なんかうまいこといきますね。いろんなことが。だからその最初に言ったちょっとなんかチャンス逃しちゃったのかなとか、自分は流れに乗れてないんじゃないかなって思うのはもう全然そんなことなくて、逆にこの流れが楽しいみたいな感じがあるので、ぜひ楽しんでください。人間関係とってもいいです。新しい出会いもありそうですし、お仕事でもね、いい企画を思いついたりとかもありそうですし、健康面も問題なさそうなので、はい、こんな感じで楽しく過ごしてみてください。ということで、ここまでにしておきます。ではまた次回ですね、12月12日にライブでお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。